信長と信玄の共通点。どうする家康に学ぶ日本史。天才武将の頭の中。織田信長と武田信玄は戦国時代でも傑出した武将である。この二人は最大のライバル同士であったとも言われるが、二人には多くの共通点が存在する。戦国時代の軍事的天才と言われた信長と信玄の共通点は、生い立ち、家督を奪取、諜報機関の活用、能力主義の人事の4点である。織田信長と武田信玄の共通点4点を詳しく見ていこう。まず第1番目の共通点が生い立ちである。織田信長は尾張守護の三奉行の一人である織田信秀の子として1534年天文3年に生まれた。信長は勘の強い子供で、乳母の乳首を何人も噛み切ったと言われている。そのため母親の土田御前は勘の強い信長を嫌い、弟の信行、信勝を可愛がったという。一方の武田信玄は甲斐守護武田信虎の嫡男として1521年大永元年に生まれている。信玄は信長よりも13歳年長である。信玄はなぜか父親の信虎に嫌われ、信虎は嫡男の信玄を廃嫡にして次男の信繁に後を継がせようとした。信長と信玄は生い立ちで母親と父親に嫌われた経験を共に持ったことで、考え方や性格に大きな影響を受けたことは十分に考えられるのである。第2番目の共通点が家督を奪取である。織田信秀の死後、土田御前は弟の信行に家督を継がせようとした。そのため信長は家督争いで弟の信行と叔父の信光を殺害して家督を奪い取っている。武田晴信と名乗った信玄は若くして父親信虎を駿河に追放して無理やり家督を奪い取っている。二人は家督を肉親から無理やりに奪い取って戦国大名として頭角を現していく。つまり信長と信玄は肉親同士で下克上を繰り広げ、若くして非情さ、冷徹さを身につけた点が共通している。戦国武将は冷徹さ、非常事態に際しての冷静さがなければ生き残れなかったのである。第3点目の共通点は諜報機関の活用である。織田信長は徳川家康の伊賀服部党のような組織は持たなかったと言われ、信長の諜報機関についてはまだ謎の部分が多い。しかし信長は鷹狩りで家臣に諜報活動の訓練をさせたともされ、信長の武将滝川一益は甲賀の出身者とも言われる。桶狭間の戦いで今川義元の所在をいち早く掴んで勝利している点などから、信長は何らかの情報機関を持っていたと考えられる。武田信玄の24勝には言わずと知れた真田幸村の祖父真田幸綱が入っている。信玄は真田一族などを使ってあらゆる情報を得ていたと考えられる。信長、信玄、そして家康も忍びの者という諜報機関をフルに活用して勝利を重ねた。
つまり情報を制する者が全てを制するというのは今も昔も変わらないのである。最後の第4点目の共通点が能力主義の人事である。織田信長は豊臣秀吉に代表されるように出自にとらわれずに才能ある人物を登用した。武田信玄も甲斐信濃州に限らずに流浪の浪人であっても要職に抜擢している。信玄家臣団に一門不大衆は少なく、領地拡大による服従した新参者が大半であった。そのため武田24将と言われる多くの人材が信玄のもとに集まったのである。信長と信玄は人材活用において能力主義に徹したからこそ戦国時代に結出した武将となることができたのである。武田勝頼が織田信長に負けて滅び去ったのも多くの人材を適材適所で使い切れなかったからだと言われている。織田信長と武田信玄はいずれもその志半ばで倒れたが、この二人から身近で学んで後に天下を治めたのが徳川家康である。徳川家康は天才と言われた信長や信玄に比べれば明らかに才能は劣っていた。しかし歴史に学んだ普通の人徳川家康が天才たちに勝って最後に成功するところに歴史の面白さがある。歴史上では天才や秀才よりも謙虚に学ぶ者が成功する事例が多く見られるのである。我々が歴史を学ぶ意義もそこにあるのかもしれない。